だよ。任天堂スイッチで発売中のパズルボブルエブリバブル。前にストーリーモードの通常ステージを星3クリアで攻略する動画をアップしたんだけど、今回はストーリーモードのスカルタワーの攻略方法をみんなに教えたいと思うよ。ちなみに今回紹介するのは主に一人プレイの時の攻略法。でも友達や家族と複数プレイで挑戦する時も参考になると思うから試してみてね。スカルタワーってレディーゴー。スカルタワーはいわゆるエンドレスステージ、無限に迫ってくるバブルをたくさん消してハイスコアを目指すエンドレスステージだよ。難易度ごとにスコア目標があって、その目標スコアを超えると次の難易度が解放されるんだ。最初のノーマルでは出てくるノーマルバブルの色数や特殊バブルの種類も少なくて、天井が下がってくるスピードも遅いんだけど、難易度が上がると色数も特殊バブルも増えて、天井の下がるスピードも最初から速くなるよ。ノーマル。まずはノーマルのコツから。このステージで出てくる特殊バブルはブランクバブル、ガイドバブル、ボムだけ。コツその1。ガイドバブルはなるべく使おう。焦るとミスショットが多くなるし、壁を使ってバブルを跳ね返したくなる場面も多いから、取れるガイドバブルは取っておいて正確なショットを心がけよう。コツその2。一度にたくさんちぎり落とそう。一度に大量のバブルを落とすほど高得点になるよ。ボムみたいな特殊バブルも使いながら、なるべく一度にたくさんちぎり落とせるところを探そう。コツその3。とにかく早く消そう。時間が経つにつれて、だんだん天井が下がってくるスピードが速くなってくるんだ。つまり長い時間プレイしてると、考えたり狙いを定める時間がどんどん減って、大量にちぎり落とすことが難しくなっていくから、なるべく序盤でたくさんちぎり落としておいて、余裕があるうちにスコアを稼ぐのがおすすめだよ。ハードになるとブラスター、チェンジバブル、ペイントバブル、板が出てくるよ。基本のコツはノーマルと変わらないんだけど、ハード以降で重要なコツがあるんだ。コツその4。ブラスターで一気にちぎり落とそう。ブラスターは矢印の方向5バブルを消せる便利なアイテム。大事なのはブラスターの矢印がちょうど真横に来た時にちぎり落としてアイテムとして持っておくこと。スカルタワーは一人プレイの時、バブルが1列に10から11個並ぶから、横矢印のブラスターをちょうど真ん中に投げると、そこから下を一気にちぎり落とせちゃうんだ。だからバブルを自分で追加しながら、なるべく上の方までバブルを掘り進めたところに、ブラスターを当てて一気にちぎり落とすとスコアを稼ぎやすいよ。エクストリーム。エクストリームでペイントラインと厄介な敵、スカルモンスタが増えるよ。コツその5。スカルモンスタは早めに追い払おう。スカルモンスタに当たっちゃうと一発アウト。ボムを当てたり、ガイドバブルで慎重に狙って上からちぎり落として追い払おう。コツその6。ペイントラインを上手に使おう。エクストリームで新しく出てくるペイントラインもブラスターと同じく一気にちぎり落としやすいアイテム。左右5バブルを同じ色に変えてくれるから、ブラスターと同じ要領で真ん中に投げ入れれば、色を変えたところから下をちぎり落としやすくなるよ。ただしチェンジバブルの色は変えられないから注意。チェンジバブルがいたり、バブルの並びに隙間が空いてると一気にちぎり落とすのは難しいから、ちぎり落としたいところにこまめに使うのがおすすめだよ。どうだった？ここで紹介したのはコツだから、ハイスコアを狙うにはショットの正確さや狙いをつける速さも大事になってくるよ。でもスカルタワーを繰り返し遊んでるうちにそれも速くなるはず。ここで紹介したコツは対戦にも有効だから、スカルタワーで鍛えてオンライン対戦に挑戦するのもおすすめだよ。頑張ってランキング上位を目指してみてね。応援してるよ。はよんぱー。